皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。さて、今回の動画ではこちらのニコン ZF を半年間使ってみて思ったことなどについてお話しできたらなと思います。私はもうこのニコン ZF の可愛さにはかなり惚れています。まず持っていくだけでもすごく気分を楽しくさせてくれるだったりとか、テーブルの上に置いたりとか棚の上に置いていても目に映る場所にあるっていうだけですごくキュンとしてしまうようなデザインが魅力かなと思います。そして撮れる写真も私が楽しむ分には何の問題もなくちゃんと綺麗に写してくれます。何か撮りたいなってお部屋の中とかでも思ったりする時に自然と撮ろうかなっていうスイッチを入れてくれるようなカメラだなと思います。少し前にアップデートでフィルムグレインっぽい表現でフィルムライクに他の人のカラーをお借りしながら楽しんだりとか、そういう面白い機能も出たりとか、写真の仕上がりまでを含めて手軽に楽しめるようなカメラかなと思います。今日はそんな ZF を3ヶ月使ってみての私なりの視点で、ここが好きとか、こういうところはちょっと気になるかなみたいなところも含めてリアルにお話できたらなと思います。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録、そしてコメントをいただけると励みになります。まず、せっかくなので今回ご紹介するニコン ZF の外観とデザインからご紹介しようかなと思います。こちらのニコン ZF は昔のフィルムカメラを思わせるような見た目が特徴だと思います。ZF はブラックのモデルもあると思うんですけど、私はこのシルバーのモデルが本当にめちゃくちゃたまらなく好きです。このカメラは見た目はこんな感じですごくレトロなデザインではあるんですけど、中身はめちゃくちゃ現代的なデジタルのカメラなんですよね。まずセンサーに関しては約有効画素数2450万画素のフルサイズセンサーを搭載しています。ボディ内手ブレ補正もしっかり入っていて、最大 8.0 段分の手ブレ補正が効いています。オートフォーカスももちろん搭載していて、今のミラーレスカメラとして十分に扱うことができます。被写体検出モードは確かオートと人物、動物、あとは鳥と車、あと確か飛行機から選ぶことができて、カメラ側で自動で被写体を検出してくれるようなモードもあります。あとは私自身はたくさん連写をするようなタイプではないんですけども、 ZF は最高約秒間14コマ、さらにモードによっては約 30fps の高速撮影もすることができます。しかもこのカメラですごいのがプリキャプチャーというシャッターボタンを半押しした状態から全押しをすると最大1秒前から記録できるっていうような機能も搭載されています。なので野鳥撮影とかスポーツ競技とかそういう動きの速い車体でも撮影ができるっていうところが中身は最新っていう感じがしますよね。で、こちらの ZF は動画性能もかなりしっかりしています。動画撮影では最大 4K60fps、クロップはしてしまうんですが撮影することができます。さらに H265 の10ビットでの収録にも対応していて、そしてこちらの ZF は N ログで撮影することもできます。確か ZF-C は N ログで撮影はできなかったんですけども、こちらの ZF は N ログで撮影ができます。そして地味に嬉しいのがここのメモリーカードの部分です。ZF は SD カードとマイクロ SD カードの2枚差しに対応しています。なので私もこの間すごく助けられたんですけど、 SD カードを入れ忘れてしまった時でもこのマイクロ SD カードが入っていれば撮影をすることができるんですよね。この間 CP プラスに行った時に予備の SD カードを持って行った機会があったんですけど、それをこの ZF のに入れていた SD カードを持って行ってそのまま使い終わって次 ZF で撮ろうって思った時に SD カードが入ってなかったんですね。でもこのマイクロ SD カードが入っていたので、これはもう本当にマイクロ SD がさせるようになっていたことに助けられたなって思いました。こういうことはね、いつもいつもあるっていうわけではないと思うんですけど、本当にちょっとしたことだとは思うんですけど、そういう場合にも対応できたっていうところも嬉しいポイントだったなと思い返して感じました。その他に外観についてご紹介すると、この
背面は、トレンド通りのバリアングルなので、友達とこうやって自撮りをしたりとか、あんまりすること、この 40mm のレンズだとすることはないんですけど、バリアングルで自撮りをすることができるっていうところもいいポイントかなと思います。で、個人的にこのニコンさんの背面液晶は本当にすごく綺麗だなって感じていて、そういった部分も撮影する楽しさを高めてくれるっていうところでいいポイントだなと思います。あとは、撮影した写真をその場で友達に見せた時も友達と一緒に楽しめるカメラだなと思います。そしてこちらのファインダーなんですけども、これは本当に完全に私の主観なんですけど、ZF の EVF というかニコンさんの EVF はかなり見やすいなと思います。スペックとしては約369万ドットで倍率が約 0.8 倍となっています。私はこの写真を撮るときは背面液晶を見るよりもファインダーを覗いて撮る方が好きなので、この撮影体験がすごく気持ちいいと撮っていて楽しいなって思います。あとは、これは ZF ユーザーの多くの方に共感していただけるところだと思うんですが、ZF のこの触っていて楽しいポイントっていうのが、やっぱりこの上面の軍艦部分、ダイヤルのところですよね。大きく目立つのは、この ISO 感度、ISO 感度とシャッタースピード、あとは露出補正。この3つのダイヤルだと思います。このカチカチと、ちょっと触って、カチカチとした操作感がもうめちゃくちゃ楽しいんですよね。カメラを自分の手で操作しているっていう感覚になるので、このダイヤルの感じも、カメラ好きの方にはたまらないポイントだと思います。この操作した時の感触とか、音もすごく癖になるっていうか、ずっと触っていたくなるような感じも愛着が湧くというか魅力の一つなのかなと思います。で、もう少し細かいところで言うと、右側のシャッタースピードダイヤルの部分に写真と動画の切り替えができたりとかするダイヤルがあったりとか、モノクロモードっていうのがついていて、私はモノクロ専用機を持っているくらいモノクロ写真もすごく好きで、ワンタッチでここで切り替えられる遊び心がある感じもすごく素敵だなと思います。それ以外にも前面にここにですね、カスタムボタンがついていて、私はここにマイメニューっていうのを割り当ててすぐに操作できるように、切り替えできるようにカスタマイズしたりとかしています。続いて今 ZF についているレンズについてご紹介しようかなと思います。ご紹介といっても、この Z マウントのレンズは私まだ1本しか持ってなくて、それがこちらの Z40mm F2 のレンズです。こちらは ZF とセットで購入したものになります。この 40mm っていう画角は私が好きな 50mm よりも少しだけ広めな画角ですが、それでもすごく使いやすい一本だと思います。いろんな方に使いやすい一本だと思います。本当はやっぱり 50mm がいいなって思ってたんですけど、この ZF に馴染む 50mm の純正レンズってなかなか大きさ的に見つけられなくて、私はこの ZF を使うときはもう完全にルックにこだわってレンズを選びたいなと思っているので、正直この 40mm のレンズ以上に筐体が大きいレンズになってしまうのはちょっとなーっていう風に感じてしまいます。この 40mm のレンズはスペシャルエディションって呼ばれるもので、このヒントリングのデザインとか、このシルバーのリング部分のデザインとかもすごく気に入っています。ただ、欲を言うと、このシルバーモデルの ZF に合わせてレンズもシルバーだったらいいなみたいな、めちゃくちゃ可愛いだろうなみたいなところはちょっと思ってしまうところはあるんですけどね。もしニコンさんからこの 40mm のシルバーバージョンが出てくれたら買いたいなみたいな、そんなことをちょっと考えています。で、過去に ZF-C を持っていた時は 1650mm の APS-C 用のズームレンズと、あと 28mm の単焦点レンズを持っていたんですけど、本当は今持っている 40mm か、28mm の方もまた買い戻すのもありなのかななんて思っていたんですけど、APS-C のその ZF-C のセンサーサイズに、28mm だと、フルサイズ換算でだいたい 42mm くらいで撮れていたのが、このフルサイズの ZF に 28mm ってなると、私の感覚的にはやっぱりちょっと広すぎるのかななんて思ってしまうところがあったんですよね。
なんか海外旅行とか行く時だったら広角レンズでもういいのかななんて思ってたんですけど、やっぱりまだ挑戦しきれないというか、この間その CP プラスに行った時にもちょっと 28mm 見てみたんですけど、やっぱり最初に買ったこの 40mm1 本でもうちょっとこの ZF 楽しもうかなって思っているところです。わかんないですけどね、もしかしたらポンと 28mm 買ってしまうかもしれないですけどね。その時はまた動画でご紹介しようかなと思っています。ということで、ここまでニコン ZF とこの 40mm の組み合わせというか魅力についてお話ししてみたんですけど、ここからは約半年間使ってみて感じた気になるポイントとかもお話ししようかなと思います。で、最初にお伝えすると、これは ZF が悪いとかっていうよりかは、その ZF が目指しているその世界観とか、普段私が使っている他のソニーとかライカのカメラのそのなんか思想とか設計の違いっていうだけであって、好みが分かれる部分だと思っています。これがいいとかこれが悪いみたいな、そういう話ではないです。で、ちょっとお伝えすると、ZF、いろんな方がおっしゃる通り、少しやっぱり重いかなって思うところはあります。この 40mm のすごい軽量でコンパクトと言われるレンズをつけていても、正直めちゃめちゃ軽いみたいな感じではなくて、やっぱりもっと他にコンパクトで軽量なカメラ、例えば私は α6700 に 1850mm のレンズも持っていて、そういうのと比べるとやっぱりもっともっと軽さで押せる組み合わせっていうのは他にもあります。長時間ちょっと持ってると少しやっぱり重いなってこの ZF は思ってしまうんですけど、その重さっていうのも、質感とかなんか合成感みたいなところにもつながっているなとは思っていて、カメラはやっぱり持ってるっていう満足感とか安定感とかっていうのはすごく大事にされるものだと思うので、人それぞれやっぱり考えること違うと思うんですけど、強いて言うなら軽さを最優先する人はこのカメラはやっぱりちょっと注意ポイントなのかなと思います。逆に手に取ったそのしっかり感が好きな方には刺さる部分だと思います。はい、そんな感じで、あとは、レンズ周りについてなんですけど、私はこの ZF に 40mm のこの見た目がすごく気に入っていて最高だなと思うんですけど、一点だけ私が使っていて気になったのがこの絞りの操作ですね。私はソニーの G マスターのレンズとか他社さんの製品含めて、このレンズ側に絞りがあるっていう運用に慣れている人だと、F 値を変えるときにボディ側の、例えばここで私は F 値変えるんですけど、ボディ側のダイヤル操作になってしまうっていうのがちょっとだけなんか違和感というか、やっぱりこっちで F 値は変えたいなっていうところが私的にはあります。もちろん慣れればっていうか、ここでやる分にはこのカメラの場合はもう慣れてしまったのでいいんですけど、あえて言うんだったら、F 値の操作はこっちでできたらなんかいいなって、欲としてはあります。ここはやっぱり私はそうですけど、好みはいろいろ出るのかなと思うところですよね。そしてこれ多分3ヶ月レビューの時にも同じようなことを言った、今まで言ったことも多分同じようなこと言ってるかもしれないんですけど、動画性能についてちょっとお話ししようかなと思います。この ZF で写真と動画を行ったり来たり設定を変えるっていう取り方だと、やっぱり ZF はちょっと一手間かかってしまうかなと思います。というのもですね、写真から動画の切り替えをするときに、ここでね、変えようとするときに、この流れのまま切り替えてパッて撮ろうとすると、ISO の設定とかシャッタースピードなどを一回写真と動画で調整し直さなくちゃいけないんですよね。なので、ソニーさんのカメラとかだと写真と動画で独立して設定を保持できるっていう機能があるので、ソニーさんの撮影の仕方で慣れてると、やっぱりこの ZF の場合だと手間が一つ増えてしまうみたいな感じはあります。なので、例えば写真から動画にするときは、まずはシャッタースピード変えて ISO を調整して、最後絞り変えてみたいな、その工程が写真と動画で切り替えるたびに必要になってしまうので、そこはちょっと気になる人はいるかもしれないなと思ってお話ししました。
あとは動画の手ブレ補正については、やっぱりソニーさんのダイナミックアクティブモードに慣れていると、やっぱりちょっと物足りなさは感じてしまうのかなとも思います。これもその ZF が悪いとかっていうよりかは、私がそのソニーさんのめちゃめちゃ強力な強い手ブレ補正に慣れすぎているっていうところが正直あります。例えば ZV-E1 とかで撮影する時のダイナミックアクティブモードの安心感を基準にしちゃうと、やっぱり ZF はどうしてもちょっと揺れが気になるかな。もちろんちゃんと脇を締めて定点で撮るぞみたいな技術がある方はすごくいいと思うんですけど、私はそこまで上手ではないので、やっぱり気になってしまう場面はありました。なので Vlog をガンガンこれで撮りますよっていう方だったら、少し撮り方を工夫した方がなんか気持ちよく使えるんじゃないかなと思いました。で、このカメラを持っていったのが結構いろいろちょこちょこ持ってはいってて、最初に撮ったのが確かヒガンバナを撮りに行ったりとか、あとはパリに持って行ったりとか、あとは地元に最近青森に帰ったんですけど、青森に帰った時にもこれ持って行って撮ったりとか、結構見た目も可愛いですし、友達撮ったりとか、結婚式に行った時もなんかこれ持って行った時にはお友達にもすごい可愛いねこのカメラみたいな感じで、なんか結構人気というか評判がいいカメラなので、なんかお友達と遊びに行く時とかはよくこれ持って行ったりとかしています。で、こんなに可愛い見た目のカメラで、私はシルバーにこのブラックの革張りが気に入ってはいたんですけど、この間 CP プラスに行った時にニコンさんのブースにも行ったんですけれど、そこで ZF がいろんなカラーの ZF が並んであるブースがあって、なんかそれを見た時に、あれシルバーのモデルで他の革張りのものもすごく素敵じゃないかとちょっと思ってしまうことがありまして、ニコンさんで今 ZF を買った方で、そのプレミアムエクステリア張り替えキャンペーンっていうキャンペーンがやっていて、その革張りの殻を変えるのを送料代ぐらいかな取られるんですけど、今月の3月末までだったら無料でできますよっていうキャンペーンがあるみたいで、なんかこのシルバーにブラックのこの革張りもめちゃめちゃ気に入ってるんですけど、やっぱりちょっと1回ぐらいは革張りね張り替えね、せっかく無料でできるんだったらやってみようかななんて思って、今日それでね最後一回発送しちゃう前に動画を撮ろうかなと思って今実は撮ってるんですけど、ちょっと梱包までせっかくなのでやろうかなと思います。ねえ、2週間3週間くらいで戻ってきてくれるといいんですけども、ZF で今年もちょっと行きたいところがいっぱいあるので、生まれ変わった新しいカラーの ZF が来るのも楽しみにしています。またね、何色にしたか動画にしようかなと思ってるので、そちらもぜひ楽しみにお待ちください。はい、ではこのままねちょっと発送しに行こうかなと思います。あれですね、 ZF のレビューなのに ZF 梱包しちゃった。はい、ということで今回はニコン ZF を半年間使ってみて思うことなどについてお話ししてみましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひね、購入検討している方の参考になれば嬉しいなと思います。今ね、梱包してしまったんですけど、ZF ね、新しい ZF 果たして G スタジオは何色を選んだのか、そちらもぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。では、今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければぜひ高評価とチャンネル登録いただけると励みになります。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指しておりますので、ぜひご登録いただけると嬉しいです。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信しておりますので、そちらもフォローいただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。